どうも、単独歩行者です。先日の動画で暑い暑いと言っていたのに、最近は過ごしやすい日が増えてきて、本格的に秋だなと感じています。パニガーレに乗っていると冬でも暖かいのですが、あまり寒すぎても雪の心配だったり、タイヤが冷えすぎでグリップが怪しかったりするので、短い秋を全力で堪能したいと思っています。今年の秋もパニガーレとともにいろいろなところに行こうと思いますが、秋が終われば車検の時期となり、パニガーレに乗り始めても2年も経つのかと感慨深い気持ちです。バイクの免許を取ってすぐに初心者状態で大型に乗り出し、なんとか2年乗ってきましたが、結局大型バイクってどうなのかの最終結論を出そうと思います。バイクの免許を取ってすぐに大型バイクに乗ったと言いましたが、普通に輪免許を取ってから2ヶ月ほど GSX-R150 に乗っていたのと、昔に NS1 に乗っていたりとちょこちょこバイクには乗っているので、そのあたりを踏まえて話をしたいと思います。結論から言いますと、大型バイクだから特別楽しくなるということはなく、50cc も 150cc もそれぞれ十分楽しいので、好きなバイクに乗るのが良いと思います。あとは適材適所という感じで、何をもって楽しいと感じるかどうかだと思います。例えば、街中を気ままに走り回りたいのであれば、小さなバイクの方がフットワークが軽いですし、長距離移動が多かったりスピード大好きな人は、大排気量のバイクが楽しいかもしれません。あとは、大型バイクは値段が高いですが、その分凝ったデザインのものも多いので、デザインが好きで大型を選択するというのも良いと思います。しかし、最近は 125cc でも魅力的な車種が多いので、そのあたりは本当に好みの問題ですね。よく聞く話で言うと、大型は長距離移動が楽と言いますが、正直これもボサな気がします。もちろん、長距離移動を想定したモデルのバイクならば楽でしょうが、排気量が大きいイコール楽とはならないと感じています。そんな感じなので、排気量が大きい小さいで単純な良さは決められませんね。では、街乗りに大型バイクなんて意味がないかというと、それもまた極端な話なのではと思いますね。確かに、日本の道で300キロ出す機会はありませんが、大型バイクは一定のスピードまで到達する時間も短いです。また、100キロ前後で走っている場合でも、エンジン回転数やフレーム強度にゆとりがあるので、エンジンがうなったり、変な振動が出たりしません。全体的にゆとりを感じることができるのは大型バイク特有ではないでしょうか。最後に大型バイクに乗るための資質みたいな話ですが、どんな排気量であっても危険なことに変わりはないので、自制が利く人であれば大型に乗っても大丈夫だと思います。加えて大型バイクには様々な安全装備や運転支援がついているものも多く、繊細なテクニックを要求されるケースも少なくなっているように感じます。私自身、この2年で操作に危険を感じたことはないので、誰にでも運転できる仕上がりになっていると思います。どの排気量が良いと一概には言えませんが、大型バイクを選択肢に入れても損はないと思います。と、本日はこんな感じで2年間大型バイクに乗ってきた改めての感想を雑談してみました。今では大型二輪免許の取得難易度もそこまで高くないので、乗りたい時に乗りたいバイクに乗るのが最高の贅沢だと思います。2年間事故なく良かったねと思った人はいいねを押してください。大型に乗る理由なんてマウント取る以外ないやんと思った人生の楽しみ方を忘れた悲しきモンスターもいいねいっちゃいましょう。また動画も上げますので、チャンネル登録していただけると嬉しいです。X や Instagram もやっていますので、そちらのフォローもお願いします。では、また次の動画で。